はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちら、フォーシーズンズリゾートレジデンスウィスラーさんをご紹介したいと思います。もうこれね、ここでルームキーもご紹介してしまいますが、チャット機能がフォーシーズンズのアプリであるので、それのね、ちょっとした説明も兼ねてっていう感じのデザインですかね。はい、こんな感じです。で、こちらのホテルのお部屋までの動画なんですが、お部屋までに行く途中に温水プールがこちらのホテルはあるので、そちらに寄っていますというのが1点。で、もう1点が、私が7階だと思ってエレベーターのボタンを押してしまったんですけど、途中で、5階だったと思い出して、迷ってるみたいになってしまったので、エレベーターに乗るところから降りるところまでちょっとね、カットして5階で降りるところで繋ごうと思いますので、そこがちょっと違和感がね、ある感じになってしまうかもなので、申し訳ありません。はい。ということで、では早速、お部屋までの様子とお部屋の中の様子とってありますので、ご覧ください。
はい。では、お部屋をご紹介したいと思います。まず、お部屋の場所ですが、エレベーター、これかなエレベーターを降りまして、こんな感じで、この540のお部屋になります。はい。で、早速行ってみましょうか。で、左に行くとベッドルーム、右に行くとバスルームって感じなので、そんなことを話しながら左のクローゼット開けます。はい。クローゼットは、こちらに金庫とか、ランドリーサービスのものとか、ここにスリッパとか置いてあります。多分ターンダウンがあると思うので、これは置いてもらえるかなと思います。はい。こんな感じのクローゼットになります。木でね、やっぱこのウィスラーという場所にね、合ってるかなと思います。山岳リゾートならではの木を基調にしたデザインになってます。はい。で、こちら、バスルーム、めっちゃ私映っちゃってますがちょっと避けようかな。はい、こんな感じで、洗面台2基のタイプで、シャワーブース、バスタブ、しっかりあります。はい、まあね、さすがですよね。で、私の背後にはお手洗いがあります。自動で沸くタイプではなさそうですけどね。はい。まあ、統一感あって、おしゃれじゃないですかね。おしゃれというか、まあ、高級感あるなって感じがします。はい。で、バスアメニティは、こんな感じ。また調べて出しますが、私はね、そんなこういうフィールドに強いわけではないので、ちょっと未知のブランドですね。ご存知の方は知らんのかいってなったら、まだまだ無知だなと思ってください。はい。で、ちょっと下に、ドライヤーありますので、ドライヤー出します。ドライヤーはね、この、カナダの傾向は同じブランドで押してくる傾向にあるんですよ。多分これ。ちょっとわかんないなちょっと置きます。はい。で、せっかくなので、ちょっと映ってるかな ?4 シーズンズの袋。はい。ちょっと待ってくださいね。で、安定のね、これ落ちる傾向にありますよね。はい。で、いきます。こんな感じ。4シーズンズマークの袋に、こんな感じで、このドライヤーになります。はい。で、こんな感じで、はい。もっとしゃべるという感じですけど、語彙不足。で、アメニティとか、こう、髭剃りとかね、やはり海外ならではのお願いする形ですかね、欲しい方も。はい。こんな感じで、コットンとか綿棒とかはあります。で、シャワーブース突入してみます。シャワーブースは、まあ、外からね、撮ってるんで同じだよって感じですけど、アメニティはこんな感じでボトルが置いてあります。はい。撤退。でバスローブはここに2つあります。4シーズンズマークがあって、しっかりした割とね厚さがあるやつです。でこちらはサーマルスプリングが外にありますので、後ほど行ってみたいと思いますが、バスローブで OK ということなので後で行きます。はい。で、はい、ベッドルーム&リビングスペースという感じですが、こんな感じ。いや、いいんじゃないですか。4シーズンズはね、割と家具はあるタイプで、はい、そういうのもね、楽しむ感じかなと思いますが、山岳リゾートって感じですね。で、順番ぐちゃぐちゃになりますが、やっぱね、4シーズンズは私、このベッドのね、枕のね、カバーに4シーズンズマークがあるのが結構好きなんですよね。はい。で、ベッドサイド先に行っちゃいますが、USB2 つと通常のコンセント2つ、十分ですね。はい。こんな感じでこちらから見るとなっております。で、左側にミニバーありますので、ボトルというかガラスかな、ガラスですのお水とネスプレッソ、ケトルあります。で、お茶はこんな感じ。アールグレイ。あ、いいな。これ絶対美味しいな。もう分かります。これ美味しいです。リシかな、ちょっと分かんないですけど、また新しいブランドを知れそう。何があるのかちょっと気になるので、片手で申し訳ないんですけど、出してみます。アールグレイ2つ、ペパーミント2つ、ミントティーですね、と、イングリッシュブレックファースト2つっていう感じの計6個が置いてあります。はい。こんな感じ。で、下冷蔵庫かな。冷蔵庫には空です。冷蔵庫にはっていうか冷蔵庫は空です。はい。こんな感じですかね。ただ上に、こんな感じで44ドルのワインかな、これは置いてあります。私映っちゃう。はい、こんな感じです。で、こちらのスペースは
リビングスペースという感じですが、ちょっとね、一人でこの椅子の数は使いこなすのは難しいかな。はい、こんな感じです。で、こちらに、ウェルカムグッズですかね。鍵は先ほど置きましたけど、これはナイトダイニング。はい、今日は、レストランを予約してあるので、後ほどレストラン遊びに行ってきます。で、今日は、アメリカンエクスプレスの FHR っていうので予約したので、その紙とウェルカムおやつ、ちょっと片手ですいません。こんな感じで美味しそうなチョコレート4つ入ってます。はい、こんな感じですね。で、こちらが一応ビジネスデスクっていう感じなのかな。これはちょっと分かりません。データって書いてあるから LAN ケーブルかな。で、通常のコンセントあります。はい。で、これは暖炉ですね。暖炉、おしゃれですね。はい、こんな感じです。で、今日はバルコニーがあるお部屋なので、バルコニー出てみます。よいしょ、ここに座って、気持ちいいですね。こんな感じで、フォーシーズンズホテルの全体が見渡せ、ここ下はレストランとかかな、暖炉みたいにもなってます。で、その奥に、水があると思うんですが、あれがサーマルスプリングということで、暖かい感じで、温泉なのかな、ちょっとこれは調べます。で、奥には雪山が見えて、なんかいかにもね、山岳リゾートって感じの雰囲気出てて、これちょっと幸せだな。はい、優雅な気分に浸っております。ということで、ちょっとお部屋の動画撮り終えたので、この後せっかくなんでね、夜さすがに怖いので怖い欲しいですけど、昼間のうちにサーマルスプリング行ってきます。はい、ということで、後ほどまたこれもご紹介できたらなと思います。はい、ということで、こんな感じのお部屋ですね。ちょっとこの後にも喋りますが、さすが4シーズンズってことですかね。はい、という感じはします。はい、ではこの後レストランとか、その他の中の様子とかホスピタリティのお話ししたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はこちら4シーズンズリゾート&レジデンスウィスラーさんをご紹介したいと思います。立地はカナダのウィスラーというリゾート地にあるホテルになります。で、こちらはウィスラーブラッコムという大きいスキー場があるんですけど、大きいというと、うまく伝わってないんですけど、巨大なスキー場があります。リフトも何十本もある形で、もう上の方に行くと森林限界を超えてしまうので、木もないような真っ白な世界でスキーができる、まさに世界にね、こう名が通る山岳リゾートですかね、地になります。で、日本から来るとバンクーバーからバスで、2時間半くらいですかねの距離感にありますので、バスを予約してくるのが選択肢の一つで、もう一つ、飛行機で来るというプランがあります。バンクーバーから水上飛行機が、ウィスラーの湖まで飛んでますので、それで来ると移動時間としては30分ぐらいの時間で来れるので、ちょっと価格がね上がるので、この辺は1回の旅ならね、空から、ロッキー山脈を見ながら来るっていうのも素敵かなと思います。ロッキー山脈ともう一つの山脈かなだったと思いますけどとてもね美しいカナダらしい山並みを見ながら来ることができるので、はい、そちらもいいかなと思いますが、バスで来ても少しずつ山が増えていってカナダらしい山並みが窓からね見える状態で来れるので、これはこれで結構素敵だったなっていうのが私の印象です。で、このバスの様子とか外観とかですかね、バスの中からの景色はちょっと撮れなかったかなと思いますけど、そのあたりはカナダの始まりのね動画でカナダ行ってきましたっていうところで少し話そうかなと思いますので、またご覧ください。はい、ではホテルのね紹介いこうと思いますが、まず総評ですが、素晴らしいの一言につきます。日本で4シーズンズホテルを好きな方もいらっしゃると思いますが、期待にそぐわぬホテルじゃないかなと思いますし、私の主観ですけど、日本のどの4シーズンズホテルよりもホスピタリティはすごかったなっていうのが率直な印象です。私も日本の
フォーシーズンズホテル京都とか、大手町さんとか、丸の内さんとか好きなので、結構行ったなと思うんですけど、それをね、超えてくる。さすが、本拠地カナダですかね。はい。フォーシーズンズホテルは確かトロントが本拠地なので、カナダのホテルということで、母国のね、高級リゾート地のホテルということで、素晴らしかったですね。で、何が素晴らしかったかというと、レセプションの方々の対応とかはもちろんなんですけど、まず、ちょっと紹介してないこと思います。夕食をレストランでいただいたんですけど、ステーキ&グリルとかがメインのレストランだったんですけど、レストランの方々のホスピタリティが、素晴らしいですね。近くに通るスタッフの方、すべてが、話しかけてくれるような感じで、しかもそれが、くどくないというか、いいタイミングでね、来ていただいて、皆さんニコニコされてて、何よりね、楽しそうにお客さんと話すなっていう印象があって、素晴らしかったですね。はい。なんで、まずその、レストランのね、対応が素晴らしいっていうのは、結構すごいなと思うので、良かったなと思います。で、ちょっとね、レストランの様子と食べたものを載せようと思いますが、食べたものも、美味しいですね。で、サーモンとかはね、もう日本で食べるよりね、美味しいんじゃないかなっていうぐらい美味しいですね。あとはステーキとオニオンスープとかを食べましたが、どれも美味しくて、何よりもね、やっぱり接客のホスピタリティがすごすぎたので、ご飯はもちろん美味しいんですけど、時間そのものがかなり素晴らしい時間だったので、その辺も含めて、すごかったなっていう感じがします。はい。で、プールはちょっとね、お部屋までの動画でご紹介しましたが、こちら朝早くから夜10時ぐらいまではやってます。で、今11月の中旬ぐらいに来てるんですが、最低気温は氷点下、最高気温はもちろんね、1桁台の温度っていう感じで、夜とかは氷点下の温度になりますが、温水プールに入ってる方結構いましたし、私も入ってきましたが、中に入ってる間は結構気持ちよくて、ホテルをね、見ながら入る、お酒を飲みながら入ることができるので、ジャグジー含めて有意義っていうか、幸せだったなと思うんですが、出て、タオルで拭いてる時とかは信じられないぐらい寒いですね。なんでそういうのも含めて楽しかったなっていうのがね、率直な印象です。はい。で、ちょっとね、写真も夜もね、撮れたので何枚か載せようと思いますが、この時期11月でもうクリスマスのね、ライトアップが始まっているということで、素敵なね、雰囲気だったなと思います。12月に入ると雪も積もって、よりね、山岳リゾートというか、ウィンタースポーツの、メッカという感じがするので、よりね、雰囲気出るかなと思います。で、夏は夏で、カナダはね、山岳リゾート地は夏もハイシーズン、冬もハイシーズンっていう感じなので、夏もね、素敵かなと思いますし、夏はね、よりプールは楽しめるのかなと思いますが、良い雰囲気でした。はい。で、続いて、朝食ですね。朝食出そうと思うんですけど、朝食をね、運んできていただいた方がお二人いらっしゃるんですけど、ちょっと写真で撮ったんで載せれたら載せようと思いますけど、これなんかデータとして残るからあんまふざけたことも言いたくないんですけど、ホスピタリティ素晴らしい。なんで準備してる時にお声掛けいただいたり、トークしてる感じもさすがだなっていう感じでしたし、美しいということで、そういう余分なことは言わない方がいいかもしれないですけど、はい、気持ち悪くならないようにとは思いますが、私もちょっとね、せっかくなんで記念にね、1枚写真をお願いしましたが、はい、こんな感じで朝食も豪華で素晴らしかったですし、インルームダイニングでいただきましたが、スタッフの方々も素晴らしい対応で、日本だと、こう言ってはなんなんですけど、なんでしょう、朝食を運んできてくれる方とか、ちょっとしたね、アメニティとかを持ってきてくれる方っていうのは、バックグラウンドというか、華やかさにちょっと欠けるなと正直思うんですよ。ただ、こちらの方々は、そういう方々もめっちゃ輝いてるなというか、楽しそうに仕事をするなと思いましたね。なんかそういうところも含めて、ホテルの、陰影というか、明るい表、明暗っていう部分が、
なんか全く見えない。なので、働いてる方々も含めて素敵なホテルだなっていう印象がありました。これは期待してきましたけど、想像以上にいいホテルだったなっていうのが、感想ですね。はい。なので、私の動画を見て、ちょっとカナダのこのウィスラーのフォーシーズンズホテル気になるなっていう方は、来ていただいて後悔することはまずないと思いますので、来てください。はい。日本でね、マンダリンオリエンタルさんとか、最初私がハマった時とか、プリンスギャラリーさんとかを私が勧めるように、かなりね、自信を持っておすすめできるホテルの一つだなっていうのが率直な感想で、もうベタ褒めです。はい。もう何の不満もないですし、素晴らしいホテルだなっていう感じがしました。はい。あと、日本人のね、スタッフの方もいらっしゃって、レセプションのとこで話しかけてくれたりしましたが、常駐ではないかもしれないですけどね、日本の方々への対応も素晴らしかったですね。レストランとかでも、出身聞かれて答えると、日本私も好きですとか、日本のね、アニメが好きですとか、日本への好意もね、示してくれる方がほとんどで、なんかそういうところも含めて、素晴らしいね、対応をするホテルだなっていう感じはしました。はい、ホテルのスタッフの方々にも感謝かなと思います。素敵でしたね。はい。で、こちらは、ウィスラーの、ビレッジ、ちょっとしたお店がたくさんあるエリアから、歩くと10分15分ぐらいかかりますが、冬でなければね、歩いてくるのも、カナダらしい森を抜けて、スキー場を見て、歩いてくる感じも気持ちよかったので、荷物コロコロしてもね、あんま気にならない距離だったので、そんな感じで来てもいいかなと思いますし、夜とかちょっと買い物に出かけるのも素敵かなと思いました。はい、そんな形ですかね。レストランご紹介しましたし、朝食も紹介できましたし、温水プールも紹介できたかな。はい、ということで、本日はカナダの山岳リゾート地ウィスラーにありますフォーシーズンズさんをご紹介しました。めちゃくちゃいいホテルでしたね。はい。なので、このホテルに関しては、感情が表情にも出ちゃうかなと思いますが、はい。もっとね、いろいろ話したいんじゃないかなと思うんですけど、はい。素晴らしいホテルでした。またね、来たいなと思わさせられてますね。なんで、来たいな。はい、いいホテルでしたね、本当に。はい、ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。もう一度言いたいと思います。ぜひ来てください。はい、では、失礼いたします。